オーブといえば、他国を侵略をしない信念を持つものの、やられたら倍で返すほどの軍事力と技術を有した国として知られています。そんなオーブ製のモビルスーツは劇場版でも、機体数は少ないながら、非常にインパクトある活躍を見せてくれました。今回は、そんな劇場版で登場したオーブのモビルスーツについて解説させていただきます。ORB-01 暁。本機は、元オーブ代表出張であるウズミナラースハが、娘であるカガリエラースハへ遺言とともに残した機体です。初期 GATX シリーズの1機であるストライクの設計データをもとに、ストライクと同時進行で開発されていたので、歴史の表舞台に登場したのは、シードデスティニーの舞台であるコズミックイラ73年ですが、機体そのものは、シードの時代であるコズミックイラ71年5月、オーブにアークエンジェルが寄港した際には完成していたとされています。当初は、専用機ではなく、オーブ軍の正式機としても検討されていましたが、OS や専用装備、ビーム反射装甲であるヤタの鏡が未完成であったこと、1機製造するのに M1 アストレイ20機分のコストがかかることから、正式機のザワーストレイに譲り、本機はプロトタイプが1機だけ開発され、表向きは計画凍結となりました。そして、暁の開発が間に合わなかったため、第一次連合プラント大戦におけるかがりの専用機には、ストライクルージュが代替として用意されています。その後、プロトタイプの1機は暁島に保管され、モルゲンレーテ社のスタッフによって極秘裏に開発が進められました。そのため、基礎設計はコズミックイラ71年のものですが、武装などそれ以外の部分は2年間の技術革新を取り入れて開発が行われています。結果として、デスティニーやストライクフリーダムなど当時の高性能ワンオフ機に見られる短期で戦況を覆すという流れを組んだ機体として完成しました。なお、亡きウズミの意思により、オーブの意思を具現化した機体として厳重に秘匿されていたため、かがりですら、起動時までその存在を知らなかったとされています。本機は最大の特徴として、黄金に輝くビーム反射装甲ヤタの鏡を持ちます。装甲に直撃したビームを即座に屈折、反射する特殊な装甲で、モビルスーツのライフルから戦艦の主砲クラスまで、ビーム兵器に対して無類の強さを誇っています。また、受け止めたビームを狙った敵機へ跳ね返すことも可能なので、防御から攻撃もこなせる応用の利く装甲です。しかし、ヤタの鏡の都合上、フェイズシフト装甲との併用はできないため、実弾兵器に対する防御力は通常装甲と同程度とされています。ただ、コズミックイラ73年は、実弾耐性のあるフェイズシフト装甲を持つ機体が増えたからか、ビーム兵器を搭載したモビルスーツが主流になったため、装甲がない関節部への攻撃さえ気をつければ、戦場において、どんなモビルスーツにも優位に立ってる機体です。なお、暁のヤタの鏡は、理論上どんなビームでも反射することが可能であるため、ゲーム、エクストリームバーサスシリーズでは、トールギス2のリーブラ砲を跳ね返すなど、戦略兵器をものともしない、とんでもない装甲として扱われてきました。しかし、劇場版において、ネタでも何でもないことが証明されてしまいます。また、不知火、大鷲と専用のストライカーパックを有していますが、劇場版では、ゼウスシルエットを搭載しているため登場しませんでした。そんな暁は、第二次連合プラント大戦の終盤では、ムーラフラガの手に託され、メサイア攻防戦では、ミネルヴァのタンホイザーを跳ね返してアークエンジェルを守るなどの活躍を見せました。終戦後の動向は明かされていませんでしたが、オーブを具現化する機体なので、再びかがりの元に返還されたと思われます。しかし、ファウンデーションから、レクイエムの標的とされることを危惧したかがりによって、密命とともに、再びムーの手に託されます。そして、事態が切迫していたため、ムーはミレニアムには合流せず、ミラージュコロイドポッドに暁を搭載して単身宇宙へと上がりました。なお、福田監督のお話によると、レクイエムへの発信要請を行ったのはかがりですが、作戦を立案したのはアレクセイ・コノエとアルバート・ハインラインであることが明かされています。そして、レクイエム付近に到着した後は、ミラージュコロイドで宇宙に溶け込みながら待機していました。その後、レクイエムが発射態勢に入った時、ミラージュコロイドを解除し、発射口の前に現れ、ゼウスシルエットの陽電子砲弾によって、第一次中継地点である変更リングを破壊。さらに発射されたレクイエムを、シールドを前面に構えつつ、機体の装甲で受け反射してみせました。この時、
反射したビームがレクイエム防衛をしていた艦隊とレクイエム本体にも直撃し、一部を破損させる様子も見られます。その後は機体の破損状況から戦闘続行が困難だったので、戦線を離脱し、合流したデスティニーへゼウスシルエットを託してレクイエムの破壊を見届けています。劇場版では対モビルスーツ戦闘を行っていませんが、オーブの理念を具現化した機体としてふさわしい活躍を見せたと言えるでしょう。なお、小説版の描写によると、レクイエムを受けた際にヤタの鏡がほとんど剥がれ落ちていたと描写されており、いかに紙一重の作戦だったかがわかります。またグレートメカニック G2024 スプリングによると、ゼウスシルエットは核動力機による運用を想定しているため、バッテリー機が陽電子砲を使用すると一発で機能停止に陥ると語られていました。そのため暁はゼウスシルエットでの攻撃で一時停止状態になり、ギリギリのバッテリー残量でかろうじてレクイエムを受け、さらに装甲がほとんど剥がれ落ちながら反射するというとんでもないことをやってのけたということになります。ヤタの鏡はフェイズシフト装甲と違い、表面に施された鏡面装甲であることから、機体の電力を消費しないからこそできたゲートとも言えますが、そもそも機体がほぼ動かない状態になってレクイエムを受け止めるという作戦は相当危険が伴います。小説版ではマリュウが非常に不安になっていた様子が描かれているので、最後になりふり構わずムーに抱きついていることからもマリュウの心情が伝わってくるのではないでしょうか。なお、暁一機を製造するのに M1 アストレイ20機分のコストを有するため、当時は高すぎる、血税の無駄遣いなどと渦見への苦言を呈する意見もネットで見られましたが、劇場版でレクイエムを反射してオーブを救う活躍を見せたことで、アストレイ20機分は安すぎる、量産した方がいい、お父様の裏切りの賜物と言われるなど、現在では渦見の判断は高く評価されているようです。実際オーブの国土は大きくないため、ビーム兵器に対してはほぼ無敵の防御力を有する暁を量産し、戦略兵器などに備えるのは理にかなっているのかもしれません。 STTS F400 村雨会。本機はオーブの主力量産機である村雨の基本的なフレームや武装はそのままに全体的に角張った印象を受けるデザインへと変化しており、肩も小型化されています。また変形時の主翼が前進翼から後退翼に変更されるなど、形状や変形機構などに大幅なアップデートが行われました。なお現実世界の兵器だと前進翼は後退翼に比べて失速しにくいというメリットがあるものの、翼にかかる負担も大きくなるので、前進翼を採用した兵器はほとんどないようです。そのため村雨の主翼の形式が変更されたのは、軽量化や機体強度の向上という目的があったのかもしれません。また型式番号も原型機である村雨の MVFM11C から STTS F400 へと変更されていました。そして STTS はライジングフリーダムやイモータルジャスティスのようなコンパスの機体につく型式番号なので、それらと同時期に開発された正式採用機と考えられます。そんな村雨会は劇中では主にコンパス所属となったアークエンジェルに搭載され、ムーの上機およびアークエンジェルから発進する部隊の機体として使用されていました。ミケール捕獲作戦の際にはヤマト隊とともにフラガ隊とマホロバ隊が出撃しています。ブラックナイトスコードルトラには歯が立たず頭部と右腕を破壊されてしまいましたが、とどめを刺される瞬間、とっさに腰部フロントアーマーに内蔵されたミサイルで迎撃し、ギリギリのところで生き残りました。また墜落したことを利用してアークエンジェルの元までたどり着き、命からがら脱出したマリュウを救出して戦線を離脱。その際右腕と頭部が破損しているにもかかわらず変形して飛び去っていることから、変形機構がかなり頑丈になっていることが伺えます。ちなみに変形機構を取り入れると基本的にフレーム構造が複雑になるので機体が脆弱になりがちですが、機動戦士ガンダムシードエクリプスに登場するエクリプスは変形機構を持つ割に堅牢な機体になっているので、村雨系列機の合成は十分高いと思われます。 AMGS-X18P キャバリアーアイフリッド。キャバリアーはオーブ軍とターミナルで運用されている支援用メカとなります。劇場版にはかつて福田監督が演出を務めた機甲戦機ドラグナーを思わせる描写が多数見られ、キャバリアーもその一つです。単独でも使用可能ですが、
主にモビルスーツとドッキングすることで運用されていました。本機最大の特徴は、装備したモビルスーツが様々な任務に対応可能になる多機能サポートメカである点です。まず、本機にはミラージュコロイドシステムが搭載されています。ミラージュコロイドは、キャバリア本体だけではなく、ドッキングした機体にも影響を及ぼすことが可能なので、キャバリアとドッキングさえすれば、どんなモビルスーツでもミラージュコロイドを搭載した機体に早変わりするということになります。アストレイシリーズでは、ミラージュコロイドシステム搭載機であるブリッツの右腕を取り付けたゴールドフレームがミラージュコロイドを使用できるようになっているので、オーブはこの時ミラージュコロイドステルスの技術を入手しており、そこからキャバリアにこの技術を組み込んだと考えられます。他にも地上と月の間でラグなしで通信できる量子通信能力を有しており、劇中ではカガリが地上から月のインフィニットジャスティスをリモート操作していました。また本機には計3隻のパイロットシートを採用した広いコックピットと10名以上の兵士を収容できるスペースが用意されています。複数人が居住することも可能なようで、長期の任務にも対応できると語られていました。福田監督によると、メイリンとアスランはここで共同生活をしていますが、常にキャバリアの中の様子はかなりにわかるようになっているそうで、アスカナファンにも嬉しい機能となっています。さらにキャバリアが得た情報は即時オーブ行政府に伝わる仕組みになっています。つまりオーブはプラントでも連合でもないので、ユニウス条約がまだ残っているとしても、ミラージュコロイドで好きな場所にキャバリアを送り込み、情報を即時行政府に送ることができるということになります。実際にどこまでそれをしているのかは分かりませんが、やはり危険な国と言われても仕方がなさそうです。劇中ではターミナルが利用するキャバリアアイフリッド0とオーブが利用するキャバリアアイフリッド2が登場しました。危機に瀕したキラの前にアスランのズゴックと共に登場。その後ズゴックとドッキングし水中に潜り、そのまま暁島へと逃げ延びました。最終決戦ではストライクフリーダム2式とズゴックを搭載し、ラクス救出のためアルテミス要塞へと向かいます。そしてニコルの戦術としてミラージュコロイドで要塞の付近まで接近し、ブラックナイトスコードシバーが出撃した際にアルテミスのアルミューレ・リュミエールが解除された隙をついて要塞の中へと侵入しました。その後メイリンがキャバリアの中から要塞のシステムをハッキングしたことで、キラたちは要塞深部へと侵入し、ラクスの救出に成功。その後ラクスをミレニアムへと届けた後、ズゴックと共に決戦の場である月へと出撃しました。一方キャバリア2はカガリが登場するストライクルージュとドッキングし、オーブ軍の司令塔として活躍。その際キャバリア側のコックピットにはミリアリア・ハウ、サイヤーガイル、ダリダローラ・ハチャンドラ2世が登場していました。そして月面でブラックナイトスコードと戦闘するアスランのジャスティスをリモートで操作することで、アコードの独身術に対抗する活躍を見せました。なお小説版では2機のキャバリアを通じてジャスティスをリモート操作していたことが明かされています。キャバリアのリモート操作は理論上はタイムラグが発生しないようです。しかし口で言うほど簡単なものではなく、パイロット同士の適性や双方の深い信頼関係が可能とする技術とされているので、アスランとカガリの意志が通じ合っていたからこそ鮮やかな連携を取ることができたようです。なおキャバリアーと合体したモビルスーツはアメイジングの名が付与されるということが明かされました。そのためキャバリアーを装備したズゴックはアメイジングズゴック、ストライクルージュだとアメイジングストライクルージュとなります。またキャバリアーアイフリッドは本来ジャスティス向けの装備ということが明かされているので、劇中未登場ながらジャスティスが装備するとアメイジングジャスティスとなります。当初はアメイジングジャスティスではなくナイトジャスティスという名前にしたものの、他の方からそんな名前の機体あったよねという話になり、名前を変更することになったとか、商品化段階で名称がこのように決まった、これは大人の事情ということが明かされているので、もともとはインフィニットジャスティスの初期名称はナイトジャスティスだったものの、最終的に変更された話を指していると思われます。またビルドシリーズに登場するアメイジングな機体のオマージュではないようです。ということで以上、オーブ製モビルスーツについてでした。劇場版でデスティニー、インパルス、ストライクフリーダムの回収まで請け負ったことで、
さらに、シード界の技術が揃ったオーブは、もし続編があれば、それら全てを盛り込んだ機体を作り出してきそうです。最も危険な国として目をつけられても仕方ないのかもしれません。皆様は、どの機体がお好きでしょうか。ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。